はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ちょっと性格の悪い回にしようかなと思っていて、人の悪口について話していこうと思います。で、人って言っても特定個人というわけじゃなくて、私が出会ってきた様々な外国に染まってしまった人々の話をしていこうと思います。で、私は学生の時に六本木にバイトに行ってたことがあるんですけど、で六本木ってやっぱりこうなんか外国人観光客の方も多いし、大使館が多いんで、そもそもそこに住まれてる六本木近辺に住まれてる外国人の方も多いんで、外国人のお客様も結構いっぱいいらっしゃったんですね。で、その日私がレジをしていたら、そしたら向こうから日本人、見た目が日本人というか東アジア人みたいな方がいらっしゃって、で本屋さんだったんで本をポンってレジに出されてですね。で、私の方もいらっしゃいませって言ったら、ポイントカードございますかとか、ブックカバーいかがいたしますかみたいな感じでしたら、英語でなんか Excuse me? って言われたんですよ。で、いけない、日本人じゃなかったんだというか、日本語を話す方じゃなかったんだと思って聞いたんです。確かなクレジットカード使えるかどうかみたいな話だったんですよ、英語で。で、私もいや、しようみたいな感じで英語で返したら、すいません、私日本人なんですって日本語で言われたんですね。で、その後なんかもう私ずっとアメリカに住んでてずっと日本語話してなかったから、突然英語が出ちゃってみたいな話をなんかすごい5分ぐらいかけて言われて、レジでですよ。で、私もう本当にびっくりして、なんかこんななんか見ず知らずの他人に私はアメリカに住んでたんですマウント取ることあると思って、本当にめちゃくちゃびっくりしました。本当こういう人いるんだなと思って、もうあれ絶対忘れないです一生っていう話がまず一つありました。なんかこんな感じで、なんか英語を話す国に住んでた私みたいなのになんか溺れてしまっている人に結構出会うことがまあまあの確率であって、そういう時の対応方法が分かんないっていう話なんですよね。イギリスだとこういう瞬間湯沸かし器みたいなもの、ティファールみたいなのが普通にあるのが普通なんですけど、なんかこれ中がすごい汚れやすくてカルキが溜まりやすいというか香水なので、こんな感じで汚れがこうなんか白くなってるのが分かりますかね。ペイントが全然合わないけど、これをきれいにするための洗剤がこういうのが売ってて、全然ペイントが合わない。こんな感じで売ってまして、これ本当にここに書いてあるように入れて15分、嘘、前まで10分だったのに6分で済むらしいです。これからはすごい。そんな感じで入れて置いといて、もうあとは流すだけでいいっていう、そういう優れものなんですよね。沸かしてない。やばちょっとやばいかも。入れちゃった。大丈夫と信じて。大丈夫なかったらどうしよう。大丈夫ないかも。ちょっと待って、捨てます。これも今無駄にした一瞬でめっちゃ綺麗になってるお湯一回沸かしてこの洗剤入れないといけなくて、しかもなんか電源プラグ抜かないとダメみたいな、これめっちゃ3つしか入ってないのに1個無駄にした。沸かして、で沸いたらこれをもう一回入れます。リベンジ。プラグ抜いて、。
きの洗剤を入れ終わって6分が経ったので中身を見てみましょう。熱い。こんな感じでピカピカになります。すごいです。もう本当にあれなしでは生きていけない私は。そうこんな感じでめっちゃ綺麗になります。私なんかルームシェアフラットシェアしてた時に大家さんが買ってるものだからどうやって掃除したらいいのかとか掃除していいのかが分かんなくて、めちゃめちゃカルキ溜まっててどうしようかなと思って磨いたりとかしてたんですよ。勝手に洗剤とか買うと怒られるかなと思ってたんですけど、今思うと本当に勝手にやっとけばよかったって思いました。こんな感じでもしイギリスに来てとか香水の国に来て困ってるよっていう人がいたら洗剤を買ってみてください。今日からサマータイムになりました。1時間時計が遅くなります。今帰ったところです。UTC で6時15分だったんですけど、サマータイムは UTC プラス1なんで体感6時15分、時間は7時15分みたいな感じです。今日はフォートナノメイソンの紅茶です。抹茶じゃない、桃の紅茶です。美味しいんですけど、正直他のところで買う方が美味しいかなってぐらいです。でもパッケージが可愛いから好きです。先ほど話した方は日本で出会ったちょっと変わった日本人の方だったんですけど、イギリスでもちょいちょい変わってるなみたいな方に出会ったことがあって、でまずは全然頼んでもないのに若い女の子に英語の発音を指導してるおじさん、まさにマンスプレーニングをしてるおじさんとか見たこともありますし、あとはよくあるのはインスタのストーリーの日本語にめちゃめちゃ無理やり英語を混ぜてくる女の人とかめっちゃいっぱいいて、今日は同僚とランチ、久々に working from home じゃなくて in person で face to face でみんなとカッチアップできて本当に最高みたいな投稿し始める人いるんですけど、あれどうしたらいいんですか？もうめちゃめちゃ見るのしんどいんですけど、本当に助けてほしいです。この日はフランス人のお友達に連れてってもらって不思議な日本食料理屋さんに行ったんですけど、メニューの説明してって言われたんですけど、見ても見ても知らないものしか出てこなくてマジでめちゃめちゃ戸惑いました。今回はですね、私が今までに会ってきてちょっと変わってるなみたいな外国に染まってしまった日本人の方の話をしてみました。皆さんもこういう方に出会ったことがあれば教えてください。ではそれでは。